皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。戦争が長引くことによってウクライナ情勢細かいところはなかなか地上波の放送では取り上げてくれないのですが、そのような鈍感になってしまった地上波放送でも取り上げるウクライナ軍のロシアへの大規模な越境攻撃について今回は解説していきます。ぜひともこのチャンネルの動画を使ってウクライナ情勢や国際情勢全般についての情報更新をしていってください。それでは地図を使いながらウクライナ軍によるクルスク進撃について見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。これまでロシア軍の攻勢は主には東部戦線、それに続いてウクライナ第2の都市ハルキウに対する攻撃でした。一方、ウクライナ軍が新たに攻勢をかけたのがハルキウのその北側からのロシアクルスク州への越境攻撃です。こちらの地図は同じく戦争研究所が発表しているクルスク州に越境攻撃しているウクライナ軍の占領している地域は水色で示されています。現在のところウクライナ軍の進行具合としては、最も深く進んだ部隊が国境から30キロ、占領している面積としては300平方キロメートルだそうです。国境を越えたウクライナ軍兵士の規模についてなのですが、ロシアのゲラシモフ参謀総長がプーチン大統領への報告を行っています。それによると、国境を越えたウクライナ軍の兵士は1000人程度、そして国境付近にはさらに2000人程度が控えているとゲラシモフ参謀総長は発言しています。なお、こうした数については正確かどうかは当然のようにわかりません。なぜならば、ウクライナは情報封鎖中であり、このような部隊の詳細については一切公式な発表は行っていません。ゲラシモフ参謀総長は、国境を越えてきたウクライナ軍兵士の数は少なく、状況は全てコントロールできているとプーチン大統領には発言しているようです。ただし、この発言の後にもウクライナ軍は10キロ程度前進をしたという話があるので、プーチン大統領に対する報告はかなりゲラシモフ参謀総長の願望に基づいたものだと言えます。そしてウクライナ軍の越境攻撃で1日10キロとか20キロ進めている理由というのがあります。それはロシア側の油断です。国境を挟んでロシア軍、ウクライナ軍対峙しているわけですが、偵察情報によってウクライナ軍兵士が増強されつつあるといったことはロシア側も掴んでいたそうです。ただし、その情報を軽視していたがために現場に対する警戒を促すような命令は下っていなかったというのです。そのため、ウクライナ軍の越境攻撃が始まってもまともに応戦することができなかった部隊が多発したがために国境の防衛ラインはすぐに突破され、ほとんど抵抗しない状態でロシア軍部隊の降伏が発生しました。また国境を越えた先、スジャの町に対する攻撃が行われているところなのですが、この地域においても戦闘に対する心構えができていなかったロシア兵たちが次々と降伏しています。そうした降伏はしていないんだけれども、全くウクライナ軍に抵抗できていなかった部隊の一つとして、チェチェン共和国からやってきた部隊の名前が挙がっていました。当のチェチェン部隊は何をしているかといえば、インターネット上に投稿する動画を撮影していて、この動画の中では自分たちはものすごい戦闘力があって、ウクライナ軍がやってきたらそれらをコテンパンにしてやるみたいな話をしています。しかし、ロシア側の軍事ブロガーによれば、こうしたチェチェン部隊の実際の戦闘の様子としては、ウクライナ軍に一当たりされてすぐにでも逃げ散ったという話が出ています。では、このようなクルスク州に対するウクライナ軍の進撃なのですが、その目的は何なのでしょうか。現在のところ、正式発表は全くされていないので、政権内部の人間のコメントを紹介します。ウクライナ大統領府は、クルスク地域への侵攻の目的をロシアとの交渉に影響を与えるためだと主張。ウクライナ大統領府長官補佐官のミハイロ・ポドリャク氏は、ウクライナは今後のロシアとの交渉で立場を強化するためにクルスク地域に侵攻したと述べた。同氏によれば、ロシアが領土、人材、装備を失うことで潜在的な交渉はプラスの影響を受けるだろうし、ウクライナ国軍 AFU のロシア奥深くへの進軍はロシア国民を怖がらせ、ロシアのプーチン大統領に対する態度を悪化させるだろう。
彼らロシア人は恐怖以外の何かに反応しているのでしょうか？いいえ、私たちは最終的にこれを認識する必要があります。ロシア連邦はいかなる妥協も弱さであると認識しています。交渉のテーブルに座り、それでも何かを絞り出そうとするなら、戦争がロシアの思惑通りに進んでいないことを理解している場合にのみ、ウクライナは何かを手に入れるとポドリャク氏はテレグラムで語りました。その後、ポドリャク氏は SNS のテレグラムで、クルスク地域の激化の理由はただ一つ、ロシアの侵略と国際法に違反して外国領土を奪取しようとしたという事実そのものであると書いた。ロシアは自国には禁止的な法規範は適用されないと一貫して信じており、そのため罰を受けずに近隣諸国の領土を攻撃し、偽善的に領土の不可侵性を要求することができる。しかし、戦争とは独自のルールがあり、侵略者が常に相応の報酬を得る戦争であるとポドリャク氏は結論付けた。これに先立ち、ウクライナのゼレンスキー大統領は、今年この戦争を正当に終わらせるための真の基盤を準備するという揺るぎない目標があると述べた。ゼレンスキー大統領によれば、平和の方程式の実践に引き続き取り組んでいるという。この記事に対する注釈としては、ウクライナ大統領府長官補佐官のミハイロ・ポリョダラク氏の発言だったわけですが、しかし、これはあくまでも彼個人の発信であり、ウクライナ政府として発表されたものではありません。しかし、政権内部に政治的な意図を持ってクルスク州にウクライナ軍は入ったというのが狙いとして見えてきています。現在のところ、クルスク州に入っているウクライナ軍は他の戦線に比べればかなり良好な戦いをしています。というのも、東部戦線であろうと南部戦線であろうと、すでに長い時間をかけてロシア軍は防御陣地を築いていますから、1日に10キロ前進するというのは非常に困難なわけです。しかし、現在のクルスク州、その内側であれば当然のようにロシア本国領なわけですから、街の中に塹壕もなければ防御陣地もありません。そのため、一度国境の防衛ラインを突破すると、その内側には兵士同士が何の防御陣地もなく殴り合いをするといった形になっており、この場合であれば、戦闘の指揮と装備がどれだけ整っているかによって勝敗が決します。そして現在のところ、ロシア側は十分の部隊を集めることができていないために、ウクライナ軍に手を焼いているというわけです。ただしここで一つ問題があるのは、今回投入された兵力については、ウクライナ側は詳細については発表していませんが、少なくともロシア側のゲラシモフ参謀総長の発言を借りれば、この地域を恒常的に占領し続けるには、ちょっと規模が小さいでしょう。ですから、記事で引用したポドリャク氏の発言のその通りに、この地域を制圧、そして外交の交渉カード用にするには、現在よりも一桁投入兵力を増やす必要があります。果たしてそれだけの準備をウクライナ軍ができていたのかは、現在のところ判明していません。ただ、少なくとも現状においては、ロシア軍を出し抜く程度の準備はできていたようで、未確認情報の一つとしては、今、ウクライナ軍の主力部隊が展開しているよりもさらに10キロとか20キロ先において、ウクライナ軍の先行した特殊部隊がロシア軍の車列を待ち伏せ攻撃するといった話なども流れており、かなりの情報戦を伴ってこの戦いが展開されていることがわかります。そして越境攻撃を現状まだ抑えられていないので、ロシア国内においては報道統制がかけられています。特にクルスク州における戦いに国民の関心が向かないようにするために、東部戦線をなるべく取り上げるようにと圧力がかかっているそうです。ただそうは言っても、ロシア本国領で戦闘が起こっているわけなので取り上げないわけにもいかず、ほんのちょっとでも取り上げれば、それをもってして多くの国民が今どうなっているんだろうと興味関心を抱くものです。それらの人たちがインターネットで検索した時の情報発信源の一つとして YouTube があるのですが、今ロシアでは YouTube についての規制が大幅に強化されています。今でもロシア国内で Google のサービスが受けられるといったものも驚きなわけですが、 YouTube に上げる動画なのですが、ロシア政府としてはそれらについて言論統制したいわけですが、 Google はこれに従ってはいないようです。ですから内容によっては反戦やもしくは反政府的な言動をする人たちもいて、今戦場の様子はどのようになっているかといった話についてもやはりそれなりの需要があるようです。現在のところロシア当局が行っている YouTube への弾圧は、まずは動画をなるべく見ることができないようにするため、回線速度を大幅に
絞り込むといったことを行っています。音声だけだったらなんとか聞くことができるんだけれども、高画質の映像についてはほとんど読み込みができずにまともに見ることができなくなるような重しをかけているようです。そんなことをしたとしても、ロシア国内にはテレグラムというまた別の SNS ツールがありますから、情報感度の高い人たちはロシア当局の意向に逆らう形で今のクルスク州の戦闘について情報を交換しているようです。このテレグラム内においては、ロシア当局の規制から逃れるような形でロシア軍を批判している人たちもいます。いわゆるロシアの軍事ブロガーと呼ばれるような人たちの中には、今回のウクライナ軍のクルスク州への越境攻撃、事前にある程度把握できていたはずなのに対応が全くできていないじゃないかと、露骨にロシア軍上層部に対する批判を浴びせている人もいます。ただしこれらの人たちがその後の政権批判につながらないのは、あくまでも彼らはロシア軍によってウクライナは征服し、ウクライナを滅ぼすべきだといったような話をしていて、その上で今のロシア軍は生ぬるいであるとか、もっとうまく侵略をせよといった形での批判を行っています。こういった侵略を煽っているような人たちのその目論見が外れるような形で、ウクライナ軍のクルスク進撃がより成功することを願うばかりです。たとえこのクルスク進撃がウクライナ軍が今後撤退したとしても、撃退するために集まってきた部隊は当然のように他の戦線からかき集めた部隊であり、そして同じようなことを次起こらないようにするためにも、結局のところ多くの部隊をこの地域に残さざるを得ません。ですから、この戦いはウクライナ軍側に大きな被害が出なければ、たとえその後撤退したとしても、必ずその影響を残すこととなります。今後もウクライナ情勢どのようになっていくかを追っていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントの書き込みよろしくお願いします。また、情報の更新に役立ったなと思われる方は、ぜひともスーパーチャットや他の方へこのチャンネルをお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。